はいどうも、ワンソクチューブです。今回はですね、7月に納車されました私の新型ハリアーハイブリッド Z レザーパッケージ、こちらの内外装チェックがまだだったので詳細レビューと、そしてね、買った直後の満足度評価何点かっていうのをね、お届けしたいと思います。私が購入したのはね、ハイブリッド Z レザーパッケージ FF で、車両本体価格482万円ですけれども、オプションとかをね含めた込み込み価格がいくらだったかっていうのはね、ブログでまとめてありますので、そちらのリンクはね下の詳細欄に貼っておきますので、合わせて見ていただければと思います。でこちらはね、ボディカラーは、プレシャスブラックパールという黒ですね。で小傷を自動修復するセルフリストアリングコートというのがついたカラーで、優勝カラー5万5000円かかります。なおね、このボディカラーを選択すると納期が余計にかかるということでご注意ください。それではね、改めて新型ハリアーのエクステリア見てみたいと思いますが、フロントのエンブレムにあったね、鷹のマークが中心になってトヨタマークになってます。これね、鷹のが良かったっていう人結構多いですよね。そしてね、新型ハリアー、先代のねハリアーから色濃くエクステリアの印象を受け継いでますが、よりシャープに切れ長になった印象になっています。でヘッドライトはね L 字型が2つ並ぶようなデイタイムランニングライトというね、昼間でも対向車に認識しやすいようなランプが光っていますけれども、こちらねアダプティブハイビームというカメラでね先行車とか対向車の部分だけ認識してそこだけを遮光するハイテクなハイビームも備わっています。でウインカーはねデイライトの部分が反転して光るタイプになっています。そしてフォグも LED になっています。はい、そしてね、グリルの下の部分はね無塗装素地なのが結構気になるという方もいますが、ボディカラーがブラックだとそんな気にならないですね。そして、ボディサイドにあるエアインテークの部分、これダミーじゃなくてね、ちゃんとエアが抜ける本物っていうのもね、個人的には良かったなと思っています。ダミーのデザインとか多いですからね。続いてサイドの方に回っていきますが、サイドもね今回ルーフが低くなったんで、よりね切れ長のシャープな感じになっています。で全長4740、全幅1855、全高1660と、先代よりね高さは3センチほど低くなってるんですけれども、幅がね1855と、マンションとかのね立体駐車場のパレットの最大幅1850を超えちゃってるっていうのはね、マンションでは選べない人っていうのも出てくるんじゃないかなと思っています。そして、こちら Z には19インチアルミホイールが、標準装着となっていますが、このデザインもねなかなかいいですね。そして、こちらね Z にだけパノラミックビューモニターが付けられるので、サイドカメラがミラーのところについていると。そして B ピラーももちろんピアノブラックで、サイドウィンドウのね縁取るようにメッキ加色がされています。そしてアウタードアハンドルもメッキなので、ホイールとかねドアハンドルとかサイドウィンドウのメッキとね連続するデザインになっていてね、ハリアーらしいラグジュアリーな雰囲気になっています。で続いてリアの方に回っていきますが、個人的にはね新型ハリアーリアのデザインがすごく気に入っています。このね左右を、貫通するようなねリアコンビネーションランプも特徴的です。でリアガラスがねあえてね寝かされた傾斜したデザインになっているので、クーペスタイルの SUV みたいな感じに見えるのもねハリアーの特徴となっています。結構ねリアガラス寝かされてますよね。この辺がねラブ4とかと違うところでルーフも低くなっているので、居住性よりも、見た目を重視した、ラグジュアリー SUV というのが、ハリアーになっているかなと思います。でトヨタエンブレムが青いのはハイブリッドだからですね。そして Z にのみ、ロングタイプのハイマウントストップランプが装備されます。これもね Z の特徴ですね。でね左右が貫通するようなねリアコンビネーションランプも特徴的ですよね。そしてね、こちらかなり低い位置に取り付けられた、ウインカーなんですけどもね、これがね見にくいんじゃないかみたいなことは結構言われていますが、実際ねちょっとリアコンビネーションランプと離れた位置にあるので紛らわしいというところはあると思いますが、見えないってことはないですね。でバックランプもここが光ります。そしてねマフラーなんですけれども、左右1本ずつ出しで、いいデザインなんですけれども、フィニッシャーの中にねパイプが見えちゃってるっていうのはね、ちょっとここはもう少し見た目に気を使ってほしかったなと思うところです。はい、続いて、内装を見てみる前に、これね Z にはねこういったね、ミラーの下にウェルカムランプがねあってね、ここにね中火のマークが浮かび上がるというね、ギミックもあります。そして、Z とかね Z レザーパッケージにはですねスカーフイルミネーションが標準装備となっているので、夜間はねこのようにハリアーというロゴが光ります。で鍵穴はね、見えちゃってるタイプですね。ここはね隠したデザインだったらなお良かったなとは思います。そして、ドアを開けるとこんな感じ。私ねレザーパッケージを装着してブラウンの内装を選んだからこんな、カラーコーディネートになっています。そしてね中火のマークが、ドアについています。でこの辺も全て、合成規格で覆われていて、
中央の部分もなんとねソフトパッド、そしてねメッキがついたパイピングの処理がされていますが、このドアのね見えないところにまでちゃんとねパイピングが貫通しているデザインになっています。この辺のね合成角の手触りも非常に良いですね。でウィンドウスイッチ台座は日本のね伝統工芸の曲げ木に着想したというね木目調のフィルムが貼られていますが、ここのね触った感じ本物の木みたいですね。ここは本当に良かったです。そして Z には JBL のサウンドシステムが標準装備となっているので、スピーカーにもねこのようにハリアーというロゴがつきます。でヒンジはプレス製ですね。続いてシートを見てみましょう。こちらレザーパッケージがついているので本革のシートになっています。結構ねたっぷりとした、運転席のシートになってますよね。でステッチはね茶色になっています。これもねブラウンの内装だからかもしれないですね。そしてですね、こちらパワーシートは運転席は標準なんですけど、レザーパッケージにしないと、助手席がパワーシートにならないということで、私はレザーパッケージをつけています。でね、さっきも言いましたが、こちらスカフイルミは Z に標準装備となっています。そしてねアクセルペダルは一見オルガン式に見えるんですが、これ実はね吊り下げ式をオルガン式に見せるアイディアとなっています。これね LS とかレクサスの車でも同じです。それではドア閉めた音聞いてみましょう。はい、ラブ4同様ね結構金属チックな音がします。そして、ハリアーハイブリッド Z レザーパッケージの運転席前景はこんな感じですね。このステアリングだけがね他の車種と共通なので、ハリアーのインテリアからちょっと浮いてる感じがしますね。でメーターは2眼の中央に7インチの液晶が備わるタイプ、そしてね巨大な 12.3 インチワイドのナビの画面があって、シフトがあって、馬の蔵をイメージしたというね、この茶色だとなお余計にそういう風に見えますが、センターコンソールがあるという形になっています。細かく見てみましょう。まずはねこの 12.3 インチの巨大なナビなんですけれども、こちらね Z には標準装備となっています。 G にはね8インチのディスプレイオーディオがついてるんですが、オプションでね 12.3 インチにすることもできます。これね左半分右半分とかがねエアコンとかの情報が表示されていますが、これね、消すことができないんですね。これ必ず3分の1のエリアがエアコンであるとかシートのねシートヒーター、シートベンチレーションとか、あと燃費とかのデータが必ず表示される形になっていると。なので地図の全画面表示ができないんですよね。しかもこのね3分の1のエリアに地図の拡大率の違うものを表示したりとかもできないんで、レクサスのナビよりはやっぱり性能が劣っているなという印象がありました。でねこの左とか右に切り替えることはできるんですけれども、全画面表示ができないと。で高速のね略図が入ったりビックスの割り込み表示とかが入ったりすると、本当にね地図のエリアがめっちゃ狭くなるんですよね。これ本当にね納車されるまでは分かんなかったですね。この辺はね本当レクサスのナビとは違うところですね。まあしゃあないと。で、ハザードランプはここについています。そしてその下にはねタッチセンサー式の、ボタンがあるんですけれどもね、これね結構5タッチが多いですね。で押せてなかったり、エアコンのルーバーを触ってる時に意図せず押してしまったりとか、そういうことがあるので使い勝手は正直いまいちでした。これ物理スイッチの方が確実にいいですね。なので G だと物理スイッチなんでそっちの方が良いかもともちょっと思っちゃいました。でその下にはねちょっとしたトレイがあって、奥には USB ポート2口とイヤホンジャックがあります。でここねトレイ物置になってますが、ワイヤレス充電 C をオプション装着することもできます。でねこのサイドのところにもね曲げ木の木目のねフィルムが貼られていて、ここもね触り心地は良いです。でねそして電動パーキングブレーキとブレーキホールド装備されてますね。これ全グレードに標準となっています。でその後方にはねドライブモードセレクトのスイッチがあって、これをね変えるとスポーツとかノーマルとかエコとかドライブモードを切り替えることができます。でねラブ4と共通のがっしりとしたシフトノブで右に倒すとシーケンシャルモードがあります。でねこういう細かいところにもねアンビエントライトが仕込んであって、夜はね結構ねいろんなところが光ってよかったですね。でサイドのところにも、上の方からねずっとソフトパッドが貼られているので、ニーパッドのような形になっています。そして馬の蔵をイメージしたという先端コンソールのところも、ここもね全て合成比較で覆われていると。この辺のね質感本当に素晴らしいですね。そしてむき出しのカップホルダーがあって、ここね底の高さを変えられるこういうね上げ底のやつがあるんですけど、下にした状態だとねこのようにねセブンの L のアイスコーヒーが埋もれてしまうので、やっぱ上げ底は必要ですね。細かいところなんですがあった方が良かったですねやっぱり。そしてねアームレストコンソールはスライドできるんですけれども、スライドするとねこのようにシートベンチレーションとシートヒーターのスイッチが見えてくると。
これはレザーパッケージについてきます。逆に言えばね、レザーパッケージをつけないとシートヒーターもついてこないということで要注意です。でシートヒーターとかシートベンチレーションはね、ナビ画面のところでも設定することができます。はい、そしてこのねスライドできるアームレストの部分をパカッと開けるとトレイがあって、先ほどね上げ底をここにね格納することができます。これね、置き場所困るのをねちゃんと置き場所があるのはいいですよね。そして、その下には、コンソールボックスになっていて、ここね何が入っていたかというと、これねリバース連動ドアミラー、これオプションで私つけたんですけれども、これの説明書が入っていました。これねハリアーはねラブ4同様ですね、リバース連動ドアミラーオプション扱いなので、これねつけた方がいいかなと。でこれ3万円するんですよね。このクラスの車格だったらね標準でついててほしいなと思うんですけれども、リバースに入れると、ミラーが、下を向いて白線とかが見えて駐車しやすくなると。で助手席側だけですね下がるのは。マツダ3とかね運転席側とかも下がるんですけどね。そして、センターコンソールの中にはシガーソケットが備わっています。センターコンソールにはねティッシュボックスも入りました。そうした細かいことはねツイッターとかでもつぶやいているので、ぜひねまだフォローしてない方はワンソクで検索してツイッターフォローしてみてください。はい、続いて助手席の方を見てみましょう。ダッシュボード上部はねソフトパッドになっていて、 A ピラーのところに JBL のねツイーターがついているのも見栄え良しですね。でダッシュボードはステッチ付きの合成規格で覆われていて、パイピング処理もされています。で下部はねハードプラですね。でグローブボックスを開けるとこんな感じ。中はね起毛仕上げはされてないですね。広さはそこそこといった感じです。続いてステアリングホイールを見てみましょう。これがね浮いているというふうに結構いろんな人が言ってますが、他社とね共通のステアリングホイールなんで、ここだけねハリアーのインテリアに合ってない気がします。この辺もねスイッチ類も無塗装素地なんであまり質感良いと思いませんが、その下の部分だけねグロス塗装されていると、ここだけラブ4とね差別化図られてますけどね、専用のステアリングとかだったらなお良かったなと思うところです。そしてメーターはですねアナログ二眼の中央に7インチの、マルチインフォメーションディスプレイが備わります。でここのねマルチインフォメーションディスプレイの表示できる情報はね、だんだん多くなってきているなという気はするんですけれども、まだねやっぱ輸入車とかの地図が表示できたりするとか、あとカスタムができるとか、そういうものに比べるとやっぱりねちょっと物足りないかなと思うところなんですが、昨今のトヨタ車の中では一番良かったなと思ってます。ただねステアリングホイールにパドルが備わらないですね。そしてステアリングホイールの右側にはですねステアリングヒーターのスイッチとか、あと Z にだけオプションで付けられるパノラミックビューのスイッチが備わっています。これね Z にしかオプションで付けられないんですけど、付けると耳たぶミラーを外せると。逆に言えばね Z でもパノラミックビューを付けないと耳たぶミラーになっちゃうので要注意ですね。でねパノラミックビューモニター中のボディカラーとかね選べるとか芸が細かいんですよね。はい、続いてオーバーヘッドコンソールを見てみましょう。これもねポイントですね。前回のドライブフィール編でもちょっとレビューしましたが、前方後方録画機能付きのデジタルインナーミラーが中間グレードの G 以上に標準装備と、なのでドラレコいらずになっています。これもね結構芸が細かいです。でかなりね細かく映す場所とかね拡大縮小の率とか傾きとかをね調整できますね。このようにズームもできますが、一番広角にしておいた方がいいと思います。これね前回もレビューしましたけれども、これがねかなり広角で映しているので、サイドミラーと合わせてね視覚がほぼなくなっているっていうのはね良かったですね。しかもドラレコいらずと。そして、ルームランプは LED になっていて、そしてこちらにはね車載通信機が標準装備なので、ヘルプネットというスイッチがついています。 SOS コールってやつですね。事故ったり、病気になったりとかした時には押すとオペレーターにつないでくれて、救急車の手配とかをしてくれるというものですね。そして、こちら私つけました超高パノラマルーフ。これもね Z にだけ用意されていて19万8000円もするんですけれども、ちょっと物珍しさにつけてみました。でこれね今ね障子のようにすりガラスになっていますけれども、このボタンをポチッと押すとなんとパッと切り替わって、透明なガラスになると。ただ完全に透明というよりはですね少し濁ったガラスという感じで、透明度はね 7,80% ぐらいだなと。この辺は想像してたよりもねちょっとなんか透明度が薄いなと思ったんですけれども、でもね何が映ってるかは見えますからね。でこれ意外と良かったんですけど、この障子のような状態になってるとやっぱね、熱とか紫外線とかを遮断してくれるので、結構ね車内が明るくて、それでいてそんなにねジリジリしないっていうのは良かったですね。この調光モードで普段使っています。
そして、バニティミラーには、LED の照明が備わると。この辺もね、さすがハリアーという感じですね。豆球じゃないのもいい。続いては後席を見てみましょう。後席でもね、正常解錠できるね、ロックのスイッチがついてるの。これはね、いいですね。これラブ4の、GZ パッケージとかにはついてなかったですからね。そして、開けると、こちらもね、ブラウンの、合成比較で覆われていて、質感は良かったですね。この辺も全てソフトパッドで、ステッチ付きのソフトパッドで覆われていて、ウィンドウスイッチ台座のところはね、曲劇の、木目調のフィルムが貼られていて、ここもね、ほんと肌触りが本物の木のようでしたね。で、窓開きチェックしてみましょう。なんと 100% 開くと。これもいいですね。で、下にはスピーカーがついていて、このスピーカーリングがね、オレンジ色になっているのも、これもね、JBL がついているからですね。それでは乗り込んでみましょうと、その前にシートのリクライニングチェックですね。これね、ラブ4と同様なので、1段階、手動ですけれども、リクライニングができます。で、こういうところもね、レザーのシートになっているので、ブラウンのステッチがついていますね。で、乗り込んでみましょう。はい、ドア閉めた音はこんな感じ。で、運転席を173センチの私の身長に合わせた状態で、後席は膝前、拳 2.5 個分ぐらいはあるでしょうかね。まあこれもラブ4と同じぐらいの広さが確保されていると思います。で、シートバックポケットは運転席助手席に備わっていますね。で、センターコンソール後端にはエアコンの吹き出し口があって、USB のソケット2口ついてる。この辺のね、充電環境とかはいいですね。で、センタートンネルの部分の高さも、それほど高くないので、足元の圧迫感はないですけど、ただね、仙台ハリアーはここ完全フラットだったんで、それと比べるとね、少し劣っている部分かなと思います。で、ちゃんと後席のアームレストも完備されていますが、ここはラブ4と共通パーツですね。仙台ハリアーの方が質感良かったかもしれないです、この辺は。で、後席のルームランプももちろん LED と、そして、後席から超高パノラマルーフを見るとこんな感じですね。いや、明るくていいですね。そんでね、ほんと紫外線赤外線かなりカットされてるのが分かります。超高モードにね、このようにすりガラスにすると本当にジリジリ感はかなり抑えられるんですよね。で、透明にするとこんな感じで空も見えるという形で、これね、なかなかまあ高いんでね、つけるかつけないか微妙なところですけれども、割と気に入ってます、結果として。ただ 19.8 万円ほどのリセールが出るかっていうと微妙なとこなんで、あとね、納期が余計にかかってしまうオプションのうちの一つなので、これはね、つける際は、よくよく考えてつけてみてください。はい、続いてラゲッジスペースを見てみましょう。ハリアのね、Z にはですね、ハンズフリーパワーバックドアがついているはずなんですけども、これね、何度やっても開かないと。もうどんだけやっても開かないんで諦めました。もう手で開けました。これね、感度がダメですね。ヤリスクロスの方がね、ちゃんと開いた感じはありましたね。そしてね、ラブ4同様にトノカワーがなんと別売りと、もうこの車格で別売りとか本当やめてほしいなと思うんですけど、防犯面も考えてね、トノカワーは標準でつけてほしいですね。で、Z には JBL のウーハーが装備されています。で、細かいところなんですけどね、Z だとこういうね、取っ手の部分もステッチ付きになって質感が上がっています。そしてね、Z ではステンレスのプレートが、装着されていて、G とかよりね、質感が向上しています。で、こちら開けるとですね、ボードの裏にはね、吸音の、素材が貼られていると。こういうところもね、芸が細かいし、静音にね、気を使ってるなと。で、スライド式のトレイがあって、その下にはね、ちょっと物が置けるようになっています。で、奥も開けて、小物入れが入っているので、三角板とか置くのもいいですね。そして、ラゲッジボードを閉めて、で、ラゲッジ側からね、後席を倒すレバーがないので、かなりね、手をね、と伸ばさないと、後席は倒せないんですよね。最近はね、これ安全面を考慮してラゲッジ側に後席を倒すレバーは備わらないそうです。そして後席を倒すとほぼフラットな荷室になって、これはね、使い勝手良さそうですね。ではね、せっかく自分の車になったので、車中泊がね、できるかチェックしてみましょう。ラゲッジ側からちょっと乗り込んでみます。よっこら小1。はい。で、ラゲッジに寝てみると、斜めだと、まあギリギリ寝れるかなと。頭が落っこちないで、後席のシートバックのところにまで、収まるかなという感じですね。この辺のラゲッジ調自体は、まあ、ラブ4とそんなに変わらないかなという感じですね。で、超高パノラマルーフがあると、ラゲッジ側からでもね、明るくていいなと思うところです。ただね、
こう天井が低いですね。確実にラブ4より天井が低いので、座ることはできないですね。頭がね突っかかっちゃいます。ここはラブ4のが良かったなと。なのでラゲッジで作業をしたりとかするのを考えている人はやっぱりねラブ4を選んだ方がいいかなと。もうただ寝るだけだったら、足を伸ばしても寝れるので、ハリアーでも良いかなとは思います。といった感じでね、私の納車された新型ハリアーハイブリッド Z レザーパッケージ、こちらのエクステリアと内装改めて見てみましたがいかがだったでしょうか。 Z レザーパッケージのねブラウン内装、こちらのね動画って意外とねまだ上がってないかと思うので、内装から参考にしたいと思ってた方はね参考にしていただければと思います。個人的にはね内装の質感非常に満足しています。間劇に着想したというね木目調のフィルム、本当に肌触り木みたいですね。昔のね木目調パネルみたいな感じでペカペカした感じじゃなくて、さらっとした感じになっていて、ちゃんとね木目のこう木のザラザラとした食感みたいなのがね再現されてるのがねすごいなと思いました。内装の質感に関してはね本当に満足しています。で Z レザーパッケージで超高パノラマルーフもつけて、プレシャスブラックパールというね納期が伸びる3大要素のね大三元役満って感じになっちゃってるんですが、かなりね早く納車していただいたので、これからね納車待ちの人かなり長い修行期間になると思いますが、その修行期間はねワンソクチューブの動画を見て留飲を下げていただければと思います。といった感じでねエクステリアの納車直後の満足度を採点するとしたらですね、80点つけられるんじゃないでしょうか。エクステリアに関してはねほぼ不満はないですね。ほんとパイプがちょっと見えちゃってるとかそのぐらいですね。そして内装の点数をつけるとしたら85点つけられるんじゃないでしょうか。ナビの画面が分割表示が強制になっていたりとかですね、トノカバーが別売りだったりとか、リバース連動ミラーが別売りだったりとか、細かい不満はあるんですけれども、トータルのね満足度は非常に高いですね。私80点以上だったらおすすめできるという車だと思いますので、ハリアーにおいてはね内装外装に関しては全て80点以上と、あとは走りの、インプレッションなんですけれども、それはねまた後日にしてみたいと思います。それではあなたの物欲を刺激する熊川チューバーワンソクチューブ、次回もお楽しみに。